不動産屋さんの階段です。不動産取引でもたびたび目にする土地の中に埋め立て地というのがあります。その中でもよく耳にするのが、海の浅瀬を広く埋め立て造成して商業地域や住宅地として使用している場所です。さて、このお話をくださった方を仮に安藤さんとしておきます。安藤さんはもともと霊的な能力のある方で、仏教大学を出てお坊さんの資格も取り、正統な信行密教のお寺から得度もいただいた、そんな方でした。これはそんな方だからこその体験談かもしれません。それは今から20年以上前の安藤さんがまだ独身の頃のお話です。当時安藤さんはマンションで一人暮らしをしていたのですが、そのマンションは福岡市の長浜という地域にありました。さて、その長浜ですが、長浜全域は昭和以降にできた埋め立て地でした。ですから元は海でしたが、現在はいろいろな施設やマンションが立ち並ぶ賑やかな町になっていました。実は安藤さんはその長浜のマンションに住んでいた時、多数の心霊現象を体験したそうで、今回はその中の一つだそうです。最初におかしな現象が起きたのは、安藤さんが引っ越してきて数ヶ月くらい過ぎた頃でした。それは深夜のことだったそうです。まだ携帯電話を持っていない時で、安藤さんの部屋の固定電話が突然鳴り出しました。こんな真夜中にかけてくる人もいないのと、とても眠かったので、間違い電話か何かだろうと安藤さんはそのまま無視していたそうです。そのうち諦めて切れるだろうと思ったのですが、ずっとしつこくなり続けました。そんなわけで目も覚めてきてしまい、安藤さんは電気もつけずに受話器を取りました。はい、もしもしと安藤さんが言うと、耳元でゴボ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 という水の中から空気が湧くような音がしてきました。安藤さんは何と思い、しっかり聞き直したそうです。ゴボ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 。それは明らかに水の中の音でしたが、安藤さんはハッとしました。ゴボ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 。あ、これは誰かが水の中で何かを喋っている音だと分かったのです。何を話しているのかは分かりませんでしたが、それは男性の声のように聞こえました。でも安藤さんはこれ以上聞いているのが恐ろしくなってきたので、そこで電話を切ってしまったそうです。おかしなことが多いマンションでしたので、またかという気持ちでした。朝になると昨夜のおかしな水中での話し声のことが頭に残ってはいましたが、日中仕事で忙しくしていたので、いつの間にか思い出すこともなくなりました。そしてその後しばらくはおかしな電話はなく、安藤さんは平穏な毎日を過ごしていました。そしてどれくらい経ったのかは覚えていないそうなのですが、ある夜安藤さんはおかしな夢を見たそうです。安藤さんが夢の中ではっと気がつくと、そこは自分の部屋ではありませんでした。安藤さんの寝ているベッドごと海に浮かんでいたそうです。それはどこまでも水平線が続く真っ青な海の上でした。夢の中でも安藤さんはかなりびっくりしたそうです。それはとてもリアルで、夢の中とは思えなかったということでした。すると突然ガラッと場面が変わって、安藤さんは今度は一人砂浜に立っていました。それは周りに誰もいないビーチのようでした。安藤さんが再びびっくりしてあっけに取られていると、その浜辺のかなり遠くの方からたくさんの1,000人はいるかと思う人々が安藤さんの方に向かって歩いてきていました。彼らが誰なのかよく目を凝らして見てみると、だんだん近づいてくるうちに安藤さんはぎょっとしたそうです。その大勢の人々はみんな
ボロボロの服をまとい、髪も男女とも飲み放題で足取りがおぼつかない感じだったそうで、まるでゾンビのようによろよろと歩いていました。そしてその人々がついに安藤さんを取り囲むまでに接近した時でした。その中の一人の男性がふらふらな足で安藤さんの目の前にやってきました。この夢の中の安藤さんは何も言えず、次に何が起きるかじっと待っていました。するとその男性は安藤さんに一枚の白い紙を差し出してきました。安藤さんはそのまま躊躇することなく紙を受け取ったそうです。一体何だろうと夢の中の安藤さんは思い、紙を覗いてみると、そこには丁寧な字で「ご供養お願いします」と書いてありました。安藤さんはお坊さんの資格を持ち、得度もしている方でしたから「わかりました、ご供養させていただきます」と答えたということでした。そしてそう彼らに約束をすると、安藤さんはすぐ目が覚めました。そして安藤さんは分かったそうです。このマンションの土地は元は海でした。夢の中の人々は海難事故などで亡くなり、海の底に魂が沈んだままの方たちなのだということでした。早速安藤さんはお寺でそういった海で亡くなった方たちの供養をしたそうです。それからはおかしな電話も夢も全くありませんでした。安藤さんはこの長浜のような海を埋め立てた場所では、その海で亡くなられた方のことはいつしか忘れられていき、悲しい思いの魂は長く供養されずにいたのだと思うそうです。埋め立て地、それは元はどんな場所だったのか、土地建物を選ぶ時の大事な情報でもありますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。